皆さんこんにちは、哲夫です。以前の動画でバイトを1本作りました。その他にもとりあえず数本作ったのですが、これではバイトが足りません。なので今回は使用頻度が高そうなバイトを10本ほど作りました。YouTube 上にこのような動画がなかったので、なぜこのような形状に削ったのかを実際に削った動画と一緒にご紹介したいと思います。アマチュアが作るものなので至らない点や間違っているところがあると思いますが、その時はコメント欄で教えてください。まずは外形の荒削りバイトからです。形状が前回作ったものと違うように見えますが、基本は変わりません。違うのはまず上から見た時のこの刃の角度ではないでしょうか。この角度は横切れ刃角と言います。この横切り刃角があるとどのように良いのでしょうか。切り込みと送りの量が同じ場合、刃の当たる面積が増えて切り子の幅が広くなります。バイトの熱を幅の広い切り子が持っていってくれるので、刃物の熱が下がり寿命が長くなります。しかしデメリットもあります。デメリットは刃の当たる面積が増えるのでビビりやすいのです。機械や削る材料、バイトのシャンクの強さが十分にあれば、この横切り角をもっとつけられそうです。例えば45度つけた時、刃の当たり幅は高校生の時に勉強したルート2倍、約 1.4 倍になります。2ミリ切り込めば 2.8 ミリを超えてきます。そうするとこの小さな旋盤ではビビってくるでしょうから、今回はこのくらいの角度にしてみました。もう一つ見た目で違う点はこのすくいの形でしょうか。しかし前回の動画と角度などの要領は変わりません。実際たくさん削ると大変なので、今回の動画の刃物のように少し削れば用は足します。削り方によっては切り子が砕けるチップブレーカーを作ることもできるでしょう。それからノーズ半径 R も大きめにしています。今当ててるのは直径 1.5 ミリのドリルのシャンクです。同じくらいなので半径 R が 0.8 ミリくらいあるかと思います。このくらいの大きなノーズ半径 R をつけることによって刃先を強くできます。その他の角度は以前作ったバイトと変わりません。それでは実際に削ってみましょう。荒削りバイトはこのような黒革材を削るときに役に立つのではないでしょうか。表面が硬い酸化皮膜なので、できれば1ミリ以上切り込んで黒革を取りたいものです。表面がデコボコしていて新しいこのチャックが傷むのであまり掴みたくないのですが、これしか持っていないので掴む回数を少なくするために一度で削ります。チャックにつけるときにちょっとしたコツがあります。動画のように時計回りに回しながら掴んでみてください。回さずに掴むと表面がデコボコしているので、少し滑っただけで掴む圧力がなくなることがあります。油を塗ってまずは1ミリの切り込みで削ってみます。回転数は32ミリの材料で300回転くらいです。ベルトが滑って止まってしまいました。ベルトの張りを強くしてもう一度削ります。切り込み1ミリは削れました。旋盤のモーターのパワーがギリギリな感じがしますが、次は切り込み 1.5 ミリで削ってみます。
ターが止まりかけます。回転数を上げてパワーを上げてみます。削れますが回転数が速くてビビります。回転数を下げるとパワー不足で止まってしまい、回転数を上げるとビビります。理想は回転数をギアかプーリーを使ってトルクのある300回転くらいに落として削りたいですが、今の状態ではこのような条件が限界のようです。今の機械のままで 1.5 ミリ切り込むために右のような横切り破格がないバイトを急遽作りました。このバイトであれば切削抵抗が少し減ってビビらずに 1.5 ミリ切り込むことができました。これが切り子の比較です。右側の横切り破格がある切り子の方が幅が広く厚みが薄いのがわかります。それにより熱が切り子に逃げて刃先のダメージが少ないようです。いずれにしろ機械のトルクを上げるまでは1ミリくらいの切り込みが無難そうです。ちなみに送り速度は 0.32 ミリです。以前の動画を参考に送り速度を計算してみると、付属のギアで組むことができるバリエーションはそんなに多くないことがわかると思います。参考までにギアの組み合わせを載せておきます。C の刃が80のギアを固定するときにダブルナットにするような工夫が必要です。次は中仕上げバイトを作ってみました。このバイトは荒削りした加工物をある程度の形に仕上げる目的で作りました。先ほどの荒削りバイトと違う点は2点です。一つは横切り破格をわずかにマイナスにつけてみました。これによりこのようなつばがある形状を作ることができます。また横切り破格が0度でバイトを少し傾けて使っても良いと思います。2点目はノーズ半径 R です。今回のバイトは送り速度を 0.134 ミリで使おうと思うので、その2から3倍のノーズ半径 R が適しています。なぜ2から3倍が良いかはこちらの図を参考にしてみてください。なので約 0.3 ミリくらいのノーズ半径 R をつけました。どのようになるか実際に削ってみましょう。油を塗って削ります。切り込みは確か 0.5 ミリ、回転数は400回転くらいだったと思います。荒削りと今回の中仕上げバイトとの比較になります。ハイスのバイトはチップのバイトのようには光りませんが、まあまあの仕上がりになってる気がします。今回使った送りの組み合わせも載せておきます。付属しているギアでこれ以上小さな送りはできないので、もっと細かくしようと思うともっと大きなギアを買うか他の改造が必要です。表面の仕上がりを滑らかにしようと思うともう少し細かく送りたいので、今後改造していきたいですね。このバイトはアルミの荒削りから中仕上げバイトをイメージして作りました。すくい角が先ほどのバイトより大きく30度ほどになっていると思います。以前のバイトとあまり変わらない形状だと思います。荒削りも意識して少しノーズ半径 R を大きめにしました。今回はこのバイトで削っていませんが、
アルミを削るときに登場するかと思います。次のバイトは仕上げバイトです。細い材料を削るときに 0.5 ミリ以下の切り込みをイメージして作りました。材料を押さないように切削抵抗を少なくして、わずかな切り込みでも外形の寸法が正確に出るようなバイトになっていれば嬉しいです。このような斜めのすくい角は単面も仕上げられて理想的な形かと思いますが、研ぎ直すと刃の位置がどんどん低くなっていくので、必要な時にだけ使いたいと思います。これが 0.1 ミリ切り込んだ時の映像です。そしてこれが 0.02 ミリ切り込んだ時です。きちんと切り子が出ているので 0.02 ミリ削れているようです。これは乾麺の荒削りの用途として作ってみました。図のような赤い斜線の部分を荒削りするときに早く削ることができれば良いなといったイメージです。あまり使うことがなさそうですが、削った動画が一応あるので差し込んでおきます。次は45度の面取り用のバイトです。これは姿バイトなので、すくいをつけずに作ったのですが、すくいをつけてもよかったかなと編集をしながら思っています。大きな面取りをするときは絶対にビビりが出るので、これは糸面取り専用バイトとして使うことにします。ともあれ、大事なのはきれいに45度に削った点です。実際に削った動画も一応出しておきます。これはネジ切り用のバイトです。今後ネジを切るときに使いたいと思います。ポイントは60度ぴったりに削ることと横に外角を多めに削る点です。それらはネジ切りを実際にするときに詳しくしたいと思います。単面を削るとき専用のバイトも作ってみました。センターで押さない広めの単面はこのようなバイトの形でいかがでしょうか。サクサク削れている気がします。単面を削るときは往復台のロックを忘れずにしましょう。少し多めに切り込むと切削抵抗で右に逃げていってしまいます。内径バイトは2本作りました。これは中仕上げで 0.5 ミリくらい切り込むイメージです。内径バイトは内径や深さなどによってたくさん必要になってくると思いますので、必要に応じて増やしていこうかと思います。削るときにイメージしたのはドリルの切りです。内径バイトは切り子の排出性が大事になってくると思います。このバイトは研ぎ直しがしやすい形状をしていますが、こうやって録画を見ると切り子の排出性は悪そうです。今後の課題にしたいと思います。これは以前ギアを作る時に作った内径の仕上げ用のバイトです。すくいをこのようにつけて正確に内径を仕上げられるように作ってみました。リーマーの形状を意識して研いでみました。0.1 ミリから 0.01 ミリくらいの切り込みを想定しています。これが 0.1 ミリの切り込みです。このバイトはビビりやすいので
回転数を十分に落として使おうかと思います。そしてこれが 0.02mm の切り込みの時です。切り子が出ていてきちんと削れていると思います。内径の寸法の微調整もできるのではないでしょうか。今回の最後はスッキリバイトです。いろいろと試したのですが、このミニ旋盤の合成では 3mm 幅はビビリとパワー不足で無理がありました。2mm の幅まで薄くするとなんとか使えます。今回の突っ切りバイトは切り刃の角度をほんの少し傾けて切り落とした部品の方に針が残りにくいように削ってみました。この角度をつけすぎるとバイトが斜めに進んでいき折れる原因になるので、角度をつけないかつけるとしてもほんのわずかにするのが良いと思います。突っ切るときは油を絶やさないようにした方がいいでしょう。確か回転数が350くらいだったと思います。とてもビビりやすいので、ビビった時は刃と石で磨いだり回転数を下げるような対策をしてみてください。本当はもっと回転数を落としたいのですが、この旋盤は低速時のトルクがないので下げすぎると止まってしまいます。300回転くらいまで回転数を落として回転が止まらずビビらない間のギリギリの条件がこの辺りのようです。近いうちにこの旋盤のトルクを上げる改造をしていきたいと強く思いました。ということで今回はバイトを数本作ってみたという動画でした。間違っている点やもっと良い形状があるかと思いますが、少しでも参考になったという箇所がありましたらぜひいいねをお願いします。これである程度準備ができたので、今後は実際にいろいろなものを作っていきたいと思います。次回はフライス板につけるパワーフィードを購入したのでつけていきます。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。